今回は、スーパーホテル新横浜に泊まってみたので、紹介します。なお、入り口横には、有料駐車場もあります。なお、フロントはエレベーターで上がって2階にあります。こちらが、フロントです。フロント横には、ポイントでキャッシュバックもできる自動精算機があります。フロント隣には、大浴場もあります。自動販売機や、コインランドリーも2階にあります。枕やルームウェアの貸し出しも2階のエレベーター前にあります。それでは、チェックイン完了したので、これからお部屋に向かいます。今回のお部屋は、8階にあります。それでは、ルームツアー開始します。部屋は、このようにスーパーホテルならではのシンプルな構成になっています。なんと、今回も場所が悪かったので、窓からの景色は皆無です。
テレビは、このような感じです。このように、ビジネスホテルらしいものは一通り揃っています。それでは、2階でウェルカムドリンクがもらえますので、飲みに行きます。ウェルカムドリンクは、このようにアルコールとジュースがあります。今回は、こちらを飲んでいきます。これで、無料サービスとは、太っ腹だなと感じます。それでは、近隣にある観光スポットを紹介します。ホテルから数分の範囲に、ラーメンのテーマパーク、新横浜ラーメン博物館があります。新横浜ラーメン博物館では、ラーメンの歴史などを展示で体感したり、フォトジェニックな昭和の街並みを背景に撮影したり、全国各地のラーメンを食べ比べることができます。ラーメン好きには、おすすめのテーマパークです。その他、横浜市営地下鉄や JR 線で桜木町駅を下車をすれば、このように港未来もあります。横浜ランドマークタワーの69階にある展望台、スカイガーデンでは、このように夜景を堪能することができます。他にも、横浜中華街や山下公園など電車で足を運べば様々な観光スポットがあるのも特徴です。それでは、お部屋に戻ってきました。これから寝ます。おやすみなさい。おはようございます。朝食バイキングは、このようになっています。スーパーホテルの朝食の定番のメニューのほか、横浜らしく中華料理もありました。それでは、いただきます。
そうさまでした。このように、スーパーホテル新横浜は、新横浜駅を拠点に考えている方にはお勧めしたいホテルです。